タスクが増えすぎて途中で諦める。これ目標に向かうときに必要なタスクだけど、このフローをすらもスケジューリングする。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いします。本日も前回前々回に引き続きタスク管理というテーマでお話をお伺いできればと思うんですけど、1部と2部ではお話しきれなかったタスク管理の極意についていろいろ深掘りたいなっていう気持ちもあるのでいただいた悩み、はいっていうんですか、よくみんながハマる悩みということで続きがまだあるんですよね。タスクが増えすぎて途中で諦める。経験あります。日に日にタスクが増えていって、で途中まではしっかりと毎日タスク管理をしていたんですけど、もう途中からその他のやることが増えすぎてもうやらなくなるっていう現象、これはめちゃめちゃ共感できますし、でも本当本末転倒だなと思いながらその時は過ごしてましたけど。そうですね、前回のところでスケジューリング、タスクを要は整理して、整頓して計画を立てて、この計画がスケジューリングだと思うんですけど、1回やったから OK、 1回スケジュールしたからもう OK だよっていうのはやっぱないんですよね。当然ながらいろいろ物事を目標に向かってやっていると、最初は考えていなかったけれども、これやんなきゃダメじゃんと、これやった方がいいじゃんというタスクが出てきますよね。というものと、あとはやっぱりそれていって、これ目標に向かうときに必要なタスクだっけとやっぱあるわけですよ。なので結論、常に整理整頓することですね。常に整理整頓する。だから僕はそうだな、できるときは1週間に1回整理整頓しますよね。1週間に1回。だから具体的に言うと、1週間に1回、ある意味整理整頓して進捗管理のしてるから、振り返りですね。振り返りをして改善を考えて整理整頓してプランの組み直しですよね。これやんなきゃダメですね。なので具体的に言うと、振り返りをします。予定通り行ったこと、行かなかったことを、大体この2つですね、まず。で、予定通り行かなかったことをなぜ行かなかったのか、原因をちゃんと確認をして、なるべく定量的に。じゃあそれを改善する、要は予定通り行かなかったから何かしら進捗の遅れとか、改善するためにどうしたらいいんだろうな。それでもう一回整理、増えたタスクを整理していきます。整理は捨てる。で、整頓します。で、それを含めてスケジューリングし直す、修正する。こんな感じをやるわけですよね。だから、振り返り、改善、捨てる、整頓する、タグ付けしたり、重要度、緊急度とかやったりですよ。それをもとにもう一回スケジュールを修正する。こんな感じですよね。なるほど。意外とそうすると、先ほども言ったように、これやっぱやんなきゃダメだよね、これやるべきだよねっていうタスクは当然入れ込まなきゃいけないですし、それを入れ込むんだったら予定を変えるか、他のものを諦めないと予定通りいかないわけですから。だから、変える。意外とそのいらないものも入ってきたりもしてるんで、これなんでやってんだこれと。捨てる。捨てる。なるほど。進捗を日々可視化していくことが大事なんですね。そうですね。だから何事もまさにさっきの話で、スケジュールをそもそも変わるから組まないっていう人は論外って言いましたけど、スケジュールは組んでも変わっていくものでもあるので、それはやっぱ都度修正していかないと、次の段階はそういう細かい修正をしないのも悪なんで、これもやるようにしていくってことですね。なるほど。ありがとうございます。あと結構よく聞くのが、タスクそのものを忘れてしまうという現象これは本当に僕みたいにもう本当は脳内でしかタスク整理をしてないとか、そういう人に対して現れてくる現象かなと思うんですけど、本当やるべきことを思い出せずに重要な仕事を抜け漏れてしまう、本当ちょっと論外な話なんですけど、これの根本的な解決策とかって
一つはね、ご自分でも今言ってましたけど、はい。そもそもやっぱ頭で管理しないことですよね。そうですよね。はい。なので、最初はね、とりあえず書き出さないと書き出せないからっていうことで、はい。手書きなのか、スプレッドシートでもいいからって言いましたけど、ツールでもいいんですけど、はい。落とし込むっていうことがマストですよね。うん。次にやっぱり、それをちゃんと見直す時間、まさにさっきの話で被るんですけど、見直す時間もスケジュールしますよ。見直す時間もはあはあ。目の前のことに追われちゃうと、あれやんなきゃこれやんなきゃってなってって、はい。まさにずっと言ってる整理整頓する時間消えちゃうわけですよね。はい。あくまでも、そう、常に振り返って、うん。改善案を考えて、整理整頓してスケジューリングを修正する。はい。このフローをすらもスケジューリングすると。そしたら必ず見るんですよ。それも、じゃあ自分で見るように、例えば僕なんかで言うと、僕は結構カレンダーをうまく使ってるんですけど、カレンダーにも書き込んじゃうわけですね。なるほど。この週、この曜日のこの時間は、それをする、みたいな。でそれをもう繰り返しで入れちゃってるわけですよ。固定の決まった曜日の決まった時間ですか？例えばそういうことですね。それを見直す、時間を必ず作ると忘れないですよね。そうですね。はい、で自分が今何をすべきなんだっけ、何が優先なんだっけっていうのを確認できますと。それも自分でやったら、自分の弱さが出ちゃうんだったら、やっぱり他人に管理してもしかないですよ。そうですよね。か、うまくシェアして、自分の中だけで済まないようにしちゃう。例えば一つは上司に管理してもらうんですよね。上司に全部共有して、じゃあ先週の振り返りはとかって必ず言ってもらうようにするか、で、やってなかったら自分の評価下がるみたいなですね。だったら頑張ったりするとも思うんですよね。あとはもう仲間とか同僚とかでも、チームの仲間とかにも、例えばじゃあお互いに、じゃあこういうのをちゃんと達成するためにお互いでお互いを言い方悪いですけど、監視していこうみたいなですね。こうやるしかないですよね。あとは、これもちょっと自分事としてすごい共感するんですけど、タスクが計画通りに進まない。頭で想像してる計画と、その実際に進めていくタスクが、やっぱ結構なギャップがあって、いつも予定通りになかなか進まないんですよね。なので、急な予定変更とか、そういうのにやっぱ対応できなくて、っていう問題が結構根深くあるんですけど。これもですね、計画通りに 100% 進むことなんかないわけですよ。そうですね。目標が大きければ大きいほど。でもそれをだからやっぱり先ほども言った通り、都度修正することが大事ですよね。都度修正するときに必ず振り返って、さっきと同じ話になっちゃいますけどね。で、定例で出るんだったらやっぱりそれすらもスケジュールできるようにするっていう感じしかないですよね。さっきと同じ回答になっちゃう。確かに。ちょっと違う言い方すると、例えばですけど、マラソンで 42.195 キロ走るときに、目標タイムがありますと。例えば、そういう長距離のマラソン選手だったら、42.195 キロ走るのに時計をつけてない人っていないですよね。常にあの人たちはチェックポイントごとに今自分がどのぐらいの時間で走っているのかっていうのを確認してますよね。なるほど。で、それがちょっと遅れてたら早めるし、早すぎたら抑えるし、そうやってちょこちょこ修正してるわけですよ。だからもう一回言いますけど、42.195 キロを1回もそういうチェックポイントの時間見ないで走ってる人いないわけですよ。1回だけ予定立てて、予定通りに進まないって嘆いてるのは、ある意味時計も用意せずに 42.195 キロ走りに行ってるようなもんなんで、それをチェックポイントでちゃんとチェックして、進まないと分かったんだったら、修正するっていうことをしないといけないですね。なるほど。ストップウォッチ持ってって測ってるだけじゃなくて、測ってて、そこでプラスマイナスがあるんだから、それを臨機応変に修正しないといけないんで、当たり前の話じゃないですか。なるほど。ありがとうございます。チームメンバーとのタスク共有がうまくいかないとかっていう事例も結構聞くんですよ。そもそもチームメンバーの誰が何を今やってるのか分かってない。各々のタスクの進捗状況が把握できてないみたいな。これ結構どの会社もあるのかなって思うんですけど、これの根本的な解決策とかっていうのはどんなところですか？チームでやる仕事だったら、ちゃんと共有しないとダメですよね。それって報告の仕組みだと思うんですよね。報告の仕組み。例えば僕だったら、仕事がその大きさとして10あって、チームメンバー5人で分担してやりますという仕事だったら、毎日
毎週毎週、進捗管理と役割分担と、その時に応じての臨機応変の対応と全部やりますよね。僕が昔やってたのは、例えば、今で言うと、うちで言うと支店に行った時に、支店の仕事っていう風にして、それをただ一人でやるのか二人でやるのか三人でやるのか分担するだけだからと。だとしたら、今日これやってねって無茶な振り方しない。無謀な振り方しないですよ。朝から今日こういう予定だから、私はこれやる。あなたはこれをやって。あなたはこれをやって。で、そこが1日分仕事がないとき、もしくはあったとしても、報告してって言いますよ。終わったら報告してって。1個ずつのタスク。1日の中でのタスクというか、トゥードゥかな。このトゥードゥ終わったら報告して。このトゥードゥ終わったら報告してって。1日終わったら報告して。なんて言わないですね。なるほど。それはもしかしたら1日の中でやるんだったらそうですし、1ヶ月の中でやるんだったら、定時報告なのか、そのトゥードゥが終わった時、タスクが終わった時なのか、必ず報告ですから、ごめんなさい、まとめると、タスクトゥードゥが終わった時の報告、そして定例で1週間なら1週間、1日なら1日の時の現状報告、これをちゃんと仕組み化してやらせますよ。なるほど。じゃないと、例えば本当は1週間で終わると思ってたタスクが、何も報告ないから、1週間経って、もうこれどうなってんのって言ったら、すいません、まだ半分ぐらいしか終わってなくて、はーってなっちゃうじゃないですか。だったら、1週間ごとに必ず報告、現状をしますし、もっと前で言うと、大幅に予定を超えそうな場合は、もうそれが分かった時点で報告しろと。連絡というか相談というか、しろというのをもう決めてますよね。なるほど。そういうことをちゃんと徹底させていく。確かに大事ですね、そこは。だから振り方が雑だったりとか、できるだろうとか、問題ないだろうとか、チーム面談はとのタスク共有がうまくいかないときは、そのチームのリーダーの仕事のやり方に問題があることが多いんですけど。進捗報告の頻度を必ず決めろと。タイミングと頻度。タイミングですよね。こういう時に報告をするというルール。こういう時に報告を連絡相談をするというルールをちゃんと決める。それをちゃんとやらせる。やってもらう。やる。っていうことが大事ですよね。なるほど。ありがとうございます。タスク管理は、定期的な整理、振り返り、修正を繰り返すことが重要ですと。スケジュール変わる前提で随時修正することが必要。タスクを忘れないためにメモやツールの活用、チームとの共有などをうまくやりましょうと。で、チームでのタスク管理っていうのに関しては、ほうれん草の仕組みとリーダーと協力しながらですね、タスクの管理能力をしっかり上げていくということが必要かなと思います。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。